どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は美容系 YouTuber6 年目のスキンケアとコスメの収納スペースをお見せしていきたいと思います。最近公開した動画で綺麗になるためにやっていることほぼ0円動画を公開したんですけど、その項目の中に家を綺麗に保つっていうお話があったんですね。そのために私が一番悩みに悩んでいたのがこの化粧品の管理。とにかく多くて大変だけど視界すっきりは叶えたい、そんな私が行き着いた使ってる収納家具や把握するためにやっている工夫方法などちょっとお見せできたらなと思います。それでは始まります。スタート。紹介するのがこちらの私のスキンケアストック棚。これは寝室とか洗面所でもなくリビングに置いてる棚なんですけど、私の持ち物の中ではスキンケアアイテムがもう一番多いんですね。なのでスキンケアが一式収まるような大容量の棚を IKEA で買いました。視覚的ストレスを減らすためになるべく収納はもうすっきり、物が多いなんて感じさせないぐらいのシンプルさ。なんならかなりね、いい感じなリビングの雰囲気を醸し出してくれるので、これね、かなりおすすめです。上も紹介します。コスメボックス、ディスプレイ用に香水、家具屋さんで買った花瓶。この棚の中にはシーズン外のコスメとか新しく届いたスキンケアやコスメ未開封のストックなど、仕分けとかする前のものだったり何でも入れていいゾーン、こんな感じで未開封のコスメとか、今は使わないけど取っておきたいコスメ、最近はあんま使わないけどマスクのストック、これもどうしようかなっていうスキンケアです。シエルのシステム用のトイレシート、リリーのトイレシート、あとはここはちょっと置こうと気分を沈めたいなっていう時とかに使ってます。これは次に試したいスキンケア枠。今一軍のスキンケアとか洗面所に置いてあるんですけど、それらを知りきったら次はちょっとこのスキンケアに手出したい、効果知りたいっていうやつをちょっと今はここに置いてます。これとかはね、まだ使ってないんだけど、ホリカホリカの化粧水で、これは乾燥肌用の化粧水だからちょっと私の肌にも合いそう。しかもセラミドで割上機能を高めてくれるようなものなので次使ってみたい。次はこの真ん中の棚、ここが一番整理する頻度が高いです。ここが結構こだわってる棚ですね。こんな感じで中には全てスキンケアが入っています。真ん中の段が基礎化粧品で使う順番に並べています。これやっぱあるとすごい見やすいんですよね。で仕分けていてもやっぱ書いてないと判断がめんどくさい時に適当にバッて入れちゃったりとかするから、何をどこに入れてるかっていう名前っていうのはもう最低限書いておかないといつか絶対ぐちゃぐちゃになる。ここに残ってるものは、使わないものはないです。時が来たら、衣替えで一軍の洗面所に置いたりとかして、で洗面所にあるやつはここに戻したりとかっていうやり方でスキンケアとかは管理してます。もう私ね、本来めちゃくちゃ生理とか苦手なんですよ。もう美容系の仕事を続けていく中で無理なんじゃないかな、自分がこの量を管理するのはって思ったんですけど、本当にね、この IKEA の棚を使いこなせるようになってマジで管理が上手になりました。これはクレンジングとか洗顔とか、あと使い切ったやつとかもこの奥にしまってます。理由としてはやっぱり使い切りコスメ、化粧品ってやっぱ動画の中で企画としてはすごく大事にしたい部分なので、現物見せれるようになるべく取っといてます。で化粧水とかミストもここにあります。持ち運びたい時とかもここに来てどのミスト使おうかなっていう感じで使ってます。私の今のお気に入りミストはこのユイクのバイオームバリアミスト。休日とかにもミストこうやって振りまいてます。ミストは絶対洗顔前とかに使うようにしてます。肌が硬いまま洗顔するとバリア機能が下がった状態で洗顔することになるし、ミストでお肌を柔らかくしてから洗顔した方が汚れも落ちやすくなります。あとこれも良かった、ドクター J のブラッ
クスネールコラーゲンミストです。これはね、美容液のミストなだけあって、使い終わった後保湿だけじゃなくて肌が整ってくる、キメが整うでバリア機能も上がるのか、肌が丈夫になっていく感じがある。すいません、ちょっと待って、レビューしだしたらちょっと終わらなくなっちゃうので、もうちょっとテンポよく見せていくと、これセラムですね。クレンジングトナー、乳液、クリームの中でも美容液がもう圧倒的に多いです。肌悩み改善する有力なアイテムっていう理由もあるんですけど、バズってるアイテムって美容液がどちらかというと多いんですよね。なので結構美容液のストックは多いです。で、乳液がね、自分が持ってるアイテムの中で一番少なくて、乳液って言ったら未だに変わらずやっぱオバジですね。洗面所にある子たちは一軍じゃない子も置いてるんですよ。ただなんでこの一軍のオバジをここに置いてるかっていうと、もうすでに知りきってるから。だから本当にピンチでお肌をちょっと調子整えなきゃやばいって時に、ここに取りに来たりとかしてます。このエリクシールもそう、オバジ、エリクシール、ハリーで言うとオバジかな。だけど長期的なエイジングケアで言ったらエリクシールな気もするな。で、このハトムギ、有名なのが化粧水だと思うんですけど、乳液が出て、今洗面所にある乳液がもうすぐなくなるので、次はちょっと試しにこれ使ってみようかなと思います。で、ここはアイクリームあります。日焼け止めの量やばくない？ファンデのストックとかもあります。あとはシートマスク。一番下の段には、これもまたシートマスクなんだけど、デイリー用じゃなくてちょっとスペシャルケア系のシートマスクは洗面所じゃなくてこっちに置いてます。バイオダンス、これは3時間から5時間使うシートマスクで、本当に外した後ピッカピカ、触り心地赤ちゃんだし、見た目はもう本当韓国アイドルのようなピカピカツルツル肌、卵になります。そういう感じかな。こっちはちょっと美容と関係ないんですけど、日用品、ペット用品、あとゲーム。最近セルフジェルネイルを始めたので、セルフジェルセットですね。すごくない？かなり私進化したと思う。これさ、撮影直前に整えたわけじゃないのよね。それにしては結構整ってると思う。だからびっくりした。撮影前に確認したら、本当にこれ仕分けで名前書くのはやるだけで結構管理しやすくなる。はい、続いてコスメの棚を紹介していきます。コスメの棚は私の寝室のデスク横にある4段の衣装ダンスの中に収納してます。以前無印のこのアクリルケースを使っていて、見た目もキラキラして可愛くて、なんなら中身も見えるから使いやすくはあったんですけど、ちょっと生活していく中で視覚的な情報が多すぎて、無意識になんか脳が疲れてる気がして、そこでホコリ対策も兼ねて、このお家に引っ越してから見えない収納に切り替えました。奥に入れる、手前に置くなど、引き出しの中の配置の工夫とかこだわってる部分まで今回の動画でシェアできたらと思います。普段はね、こんな感じでデスク用の椅子をここに移動してメイクしてます。ちなみにこの椅子は奏で物で買いました。ここでこだわってるポイントとしては、基本的にここに来ればメイクからヘアセットまで全部完了できるようにしてます。忙しい朝とかちょっと寝坊しちゃった時なんかにもさっと準備を終わらせられるのが作り込んでよかったと思ったポイントです。今はこれに変えてよかったと思います。この上にはお気に入りのアミロのミラーを置いてます。このミラーを使ってメイクしてるんですけど、何がいいってこのライト、自然光、室内のライト、オフィスやそのレストランとかの明かりを再現した3種類のライトがつくんですよ。なのでその日のお出かけシーンに合わせて行き先での自分の見え方っていうのをこのミラーで再現しながらメイクできちゃうところ、このミラーのめっちゃ強みなんですよね。あとはこちらの収納ブラシにもこだわっていて、実はこれ蓋付きの箸立てなんですよ。ここが高いのでブラシが広がらない、キュッとなってるのでほぼ一発でしまえちゃうっていうところがめちゃくちゃいい。
早速1段目、ここにはファンデーション、下地、パウダー、リップ、マスカラなど毎日使う道具を厳選して入れてます。使ってるのはキャンドゥのクリアケースのワイドと書いてあるやつ。重ねられるのがねすごい便利なんですよ。シーズンオフのアイテムや今の気分じゃないコスメとかはだけどちょっとここには置いておきたいというものを下の段に入れて、普段使うものを上に見えやすいように重ねてます。そしてね、ここが私一番試行錯誤を繰り返したところなんですけど、何を手前に置いて何を奥に置くかなんですね。最終これが一番使いやすかったっていうのが、アイライナーとか探しにくい細々したものを手前に置きました。以前はね、もう頻繁に使うやつほど手前にある方がいいと思って、ポイントメイク以外のもう絶対やるであろうベースアイテムを全部手前にしてたんですけど、リップとかアイライナーとかアイブロウとか、それが奥にあるとめちゃくちゃ見づらくて、毎回このクリアケースを上の天板に出してガチャガチャやってたので、これがプチストレスだったんですよ。で、今のこの細々したやつは手前、大きくてパッと見ですぐわかる見つかりやすいアイテムっていうのは奥にするようになってから、朝の準備がめちゃくちゃ楽になりました。絶対毎日使う厳選した日焼け止めっていうのも下地と一緒に入れてます。ファンデーションとか、これに関しては毎日は使わないので、本当に一番使いづらい左奥にカバー系のアイテムと一緒に置いてます。そして私はリップが大量にあるので、リップはもう手前にも奥にも置いてあります。配置としては結局一番よく使うやつと、ちょっと試してみたいなというものを手前に置いてます。真ん中にはもう一番見づらいもの、アイライナー、マスカラ、ペンシルタイプのアイシャドウ、涙袋ペンシルなど、そして一番左のパウダーはね取り出しやすいし、パッと見でどこに何があるかっていうの分かりやすいんですけど、大きいので奥にあるとシンプルに取り出せないっていう理由で、パウダーに関しては大きくても手前に置いてます。2段目はこんな感じで、ここはねもうほぼアイシャドウ専用の引き出しです。アイシャドウってもう本当に増えがちだし、結構アイシャドウで統一されてる分、結構綺麗に収納しやすいかなと思ったので、できるだけシンプルに見えやすいように並べてます。で、新作コスメっていうのはこの右側に入れてます。本当はね新作で試したいものは毎日使う1段目の棚に入れたいんですけど、あそこに入れておくと毎回埋もれて忘れちゃうんですよ。なので2段目に試したいコスメエリアっていう枠を作って見つけやすくしてます。3段目は香水、美顔器、眉脱色などのセットですね。ここは毎日は使わないんだけど、目の届く場所にないと忘れちゃうかもしれないっていうものたちを収納してます。忘れちゃうくらいならこんな毎日使う場所に置かなくていいんじゃないって思われるかもしれないんですけど、忘れちゃうかもしれないんだけど忘れると困るっていうものたち、例えばなんですけど眉脱色とか、なんか毎日顔見てるから眉毛がそろそろ脱色しないといけないとかで忘れちゃったりしません？だけど、ここを開くたびに眉脱色のセットを見つけるので、そろそろかなってちょっとリマインドしてくれるんですよね。で、美顔器とかも同じ理由です。この棚はよく来る場所だからやっぱりちゃんと使うようになるんですよ。最後の4段目はヘアアイロンとかスタイリング剤とか髪の毛を完成させるような棚、右側に撮影機材をまとめてます。本当はね美容と関係ないものはここに置きたくなかったんですけど、ちょっと収納の関係っていうのと、頻繁に使うものっていうのでここに置くようにしてます。私はコテはねこのリファを使ってます。白にしたかったんですけど、みんな持ってるし、もう長年あれを見かけすぎて、なんかもう一回自分も持った気分になって新鮮味がないなと思ったので黒にしました。サロニアからストレートアイロンギフトでもらったので、今はねこれ使ってます。耐熱のケースがついててめっちゃ便利なんですよね。これねお手頃なのに思ったより傷まないし、うねりも治るのですごい使いやすかったです。はい、こ
こちらが洗面所で現在毎日使ってるスキンケアたちです。ここ今一群として紹介してるんですけど、いつも入れ替わりが激しいんですよ。定番でもう常に置いておきたい子たちもいれば、その時期にこの子たちのこと知りたいなって思う子たちをどんどん入れ替えていってるので、いつもこの子たちではないんですよ。ずっと置いてんのはこの2つかな。これは毛穴用の化粧水なんだけど、結構さっぱりなので角質毛穴が気になってきたなっていう時とかにまた使い始めたり、この子は最近なんかすごい気になっていて、ちょっと乳液っぽいねテクスチャーの化粧水。これはツヤ感が出るので、結構メイク前とかビジュアルをよく見せたい時の化粧水、結構張りと弾力も出る、今の季節にも使いやすい。でこれが導入美容液。これは私が25歳の時ぐらいから知ってるので愛用歴10年、と言っても、頻繁に使うようになったのはこの35目前にして去年ぐらいからほぼ欠かさず使ってる。でトワニーの肌の基盤を整えるのにすごいいい。で美容液はこちら1ヶ月ぐらいは割と最低試してから入れ替えたりとかする。8割は基本ずっと1群で、そのうち2割を効果試すのに入れ替えたりとかしてる。でもやっぱシーズンごとには変わる。現在で言うと冬なので美白系が少なめ、バリア機能が結構やっぱ弱まりやすい時期なので、バリア機能を整えたり保湿に特化したもの、あとビタミン系っていうのは結構欠かさず置いてるかも。で上っていうのが乳液。クリームはそう、私結構肌薄いくせに針美容が好きなの。もともと針を作ってたっていう会社が自分たちでも美容液をクリームを出してみたっていうので、ちょっと試したところすごい気に入って、今はマジで一群です。その前はスピケアのこのクリームがすごい気に入ってて使ってました。肌が敏感な時に使う先行乳液。これはちょっと毛穴が気になる時用のナイトマスク。マジでスキンケアだるい、スキンケア楽したいっていう時にコスデコのバームのミスト。こっちはねやばいヘアケアなんだけど、こうは入んないからこうやって入れてる。これねかよちゃんプロデュースのヘアミルクで、髪の毛が細くてペタッとしがちな私の髪質でもなんかペタッとせず綺麗なおしゃれな感じに髪の毛がまとまる。でこれはヘアオイルね、若い子にしか出ないっていう桃の香り、そういうみずみずしい桃の香りがします。よくなんか白髪ケアどうしてますかって聞かれるんですけど、私は白髪予防とか白髪改善に唯一効く成分がヤーバサンタって聞いて、このロート製薬のビゲンのヤーバサンタスカルプエッセンスっていうのをタオルドライ後に使ってます。ロート製薬内での研究結果なんですけど、私はそれを信じてこれを今は使い続けてます。あとビタミン C とかは冷蔵庫に入れて使ってます。これマジでおすすめ。マジでね、私的にねビタミン C って言ったらコサール X かリエンジャン。ただねリエンジャンねめっちゃ私推してるんだけどさ、ちょっと手に入りづらいんだよね。9点だったり、あと韓国現地のクリニックとかで買えるから、韓国行く機会があったらリエンジャンでビタミン C 買いだめた方がいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は私のコスメ、スキンケア、収納大公開といった動画でした。年齢を重ねるにつれてやっぱり脳が疲れやすくなってる気がしたんですね。だから細々したものがもうとにかく視界に入らないような生活を送りたいっていうことで、持ち物が多い私でも、見えない収納、そして見えない収納の課題の中を把握するためにどうやってるかっていうのを今日は紹介させていただきました。化粧品の管理とか片付けの工夫とかもしあったら教えてほしいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。